皆さんこんにちは、アキヤです。今回の旅は雄大な砂漠の風景と近未来的な都市が交差する UAE のドバイ。ここで1億画素の中盤カメラハッセルブラッド 907XCFV100C を使用して中盤センサーならではの圧倒的なダイナミックレンジとハッセルブラッドが誇る自然で豊かな色再現性を堪能してきました。そして今回の Vlog 映像には Osmo Pocket 3を活用して僕が販売している専用のラットパックで仕上げたカラーとなっています。誰でも簡単に適用するだけでこの色を楽しめるので、ぜひここも注目してください。それではハッセルブラッドならではの重厚感あふれる写真の世界と刺激的なドバイの魅力を最後までお楽しみください。はい、どうも皆さんこんにちは、アキヤです。今回はですね、ドバイに来ました。チャラーン。こちらが有名なブルジュハリファ。高すぎて入らへん。これね、なんと地上から約800メートルぐらいあるね、はい、世界一高いビルタワーという風になっております。ユうスケとドバイに来ております。はい、今回なんとね、ハッセルブラッドさんから、ちょっと案件 PR 案件ということで、お話をいただきまして、これを使うならちょっと日本だけじゃなくて、もちろん日本でもたくさん撮ったんですが、海外でもねしっかりと撮りたいというところで、今回ねこのドバイをちょっと選びまして、今来たというところになってきております。でもおそらくねこのカメラのレビュー動画は上がってると思います。はい、ぜひね詳しく見たい方はそちらを見ていただきたいし、あとインスタグラムにもねもう散々リールであったりとかフィード投稿とかもたっぷりともう紹介してありますので、よかったらねそちらも見ていただきたいんですけど、今日はねこのアラブ首長国連邦このドバイっていうものをね、皆さんにこれでね押さえていく写真をね皆さんにお届けしていきたいなと思います。はい、ランチというかカフェというかちょっと物価チェックタイムなんですが、僕ねこの店員さんにおすすめしてもらったこのハイビスカスドリンクとワンドーナツと1個サンドイッチ、これでねびっくりよ、67ディルハムってことなんで、1ディルハムが4円ぐらいになるので、ざっくり 70×4 2800円。でも妥当？いや高いよ。いいでしょ。高いか。高いよね。高いよね。はい。って感じの物価ですね。でもここ結構ドバイモールっていうかなりいいとこだと思うから、その価格っていうのは絶対あるとは思うけれども、こんな感じでした。嫌いじゃない。美味しい。嫌いじゃない。美味しいです。美味しそう。美味しいわ。大都会やないかい。すげえな。でもさ、やっぱちょっと高級車多いね。多いね。かっこいいね。かっこいいね。街がかっこいい。アキヤはパンパンのリュックで来ました。ホテル出るときさ、俺リュックいらんかもとか言ってたのに、結局パッキングしたらこんなんだった。ブルジュハリファの上に登りに来ます。アキヤが予約してくれました。予約してくれました。階に分かれたプランと金額が分かれてまして、俺らが行くところは多分言うても低めのところやねんけど、夜景近いし、そうやね。で上はマジで値段エグ高いから、ハネムーンとかに置いてた方がいい。マジでせっかくやからね。せっかくやから。そう。バイバイ。来ました。うわ。外なんやなってか。やば。じゃじゃーん。うわー、高
はあ。これがね、124階から眺めるドバイの景色でございます。すげえな。ラウンジみたいなカフェもあります。ドバイってね、こういう風に結構交通のね、渋滞というか、ジャンクションがいろんなところにあって、来る時もね、結構割と渋滞してたんですけど、あっこのインフィニティプールから見えるブルジュハリファもすごく良さそうですね。I just wanna love you well with all that I am. So I give you my どうですか？おー、綺麗綺麗。こういう撮影やらなさすぎてあんま分からない。試行錯誤してます。シャッタースピードが23秒ぐらい。F11 のシャッター23秒ぐらい。賞味ちょっと適当です。あんま分からん、この辺。あんまやらんからね。ぽい感じでね。こういう感じ。 Think could ever keep apart. さあ、いいんじゃない？見てください。じゃじゃーん。伝わるかな。おこれをね、ー。拡大するでしょ。じゃあこのビル拡大。やばすぎやろこれ。すごいね、やっぱ。ビルの中何してるか見えるでギリ。オフィスある。多分。これが1億ガスのパワーですか。やば。マジ。 And I just wanna love you well with all that I am. So I give you my heart. はい、皆さんおはようございます。2日目でございます。はい。ということで、気球に乗りに来ました。今のね、時刻は6時で、4時半集合でね、朝一からいろいろとね、来たんですけど、今日はね、こちらの、うわー乗りますよ。すごい。いよいよですね。うわーね。めっちゃ早い。早いね。もうこんなとこにおる。うわー。じゃじゃーん。うおー。飛びましたね。うわ。すごい。結構高くない？ね、めっちゃ高い。ちょっと怖い。気球の上に来てるんですけど、だいぶ高くてちょっと怖いよな。でもね、この今のもうすぐね、日が昇る感じのタイミングと、向こうにもね、バルーンが2個あって、すごいいい感じよ。ちょっと見てほしい。うわー、こんなところで日の出を見れるなんて。なんか曇ってるように見えて、日の出時間はね、6時54分とかいう感じで、日本よりもね、かなり遅い日の出時間ですね。Yes. Yes. Are you vlogging? Yes, I'm blogger. Oh, Blogger and YouTuber. so nice, nice. Yeah, share to me your channel. I'll follow you. Oh, thank you. 見渡す限りの砂漠ですね。で、ラクダのね、群れもいたんですけど、なんかラクダがね、空から見てた時に出勤してるような感じがしてて、可愛かった。Oh, okay. It's a polite one. So I give you my heart. いやー、雰囲気出てきましたね、これは。めちゃくちゃ人気のレストランにやってきました。おお、すごいな。このレストランメニューがものすごい多い。やばい。全部美味しそう。ただね、僕らはこのマンゴージュースをユうスケと一緒に飲みたい話をしてたんやけど、これがね34ディルハムということで1200円とか。そうやね。やばいな、物価。やばいね。ジュースで1200円がうまいって。乾杯イエーイ。うん、めっちゃ美味しくない？美味しい。何？
じゃじゃーん。はい、ということで、港のね、方に出てきました。ここにね、船着き場とかがね、たくさんあって、すごい中東を感じる。なんかね、ちっちゃい移動できる船がね、たくさん走ってるんですけど、こんな感じのね、小さな船がたくさん走ってます。移動できる船ですね。うわー、すごいな。なんか結局そのまま船に乗りました。気持ちいい。ほぼ貸し切り。いいね。わーお、ドバイの市街。はい、ということで、改めてね、僕がなぜ今ドバイに来てるのかというところをまだお話ししてなかったと思うんですが、今回ですね、こちらのカメラ、ハッセルブラッドの 907XCFV100C というね、これボディとデジタルバッグっていうね、ものが別になってて、ここにボディがあってデジタルバッグとさらにレンズがあると。すごく特殊なカメラになってるんですね。で、これのちょっとね、レビューのご依頼をハッセルブラッドさんにいただきまして、ここでね、たくさん使い込むという風な、ものになっているんですよ。では実際に日本でもね、たくさん撮ってはいるんですけれども、ちょっと改めてここで実際にご紹介できればと思うんですが、ちょっとね、今後ろで噴水ショーが始まりましたが、僕らもね、この30分後にまた行くんですけれども、ちょっと改めてこのカメラどういったものかっていうのをご紹介できればなというふうに思っております。このね、ハッセルブラッドというカメラはですね、中盤デジタルという風なものになってるんですよ。なので、フルサイズカメラよりもさらにセンサーサイズが大きいカメラであるというところですね。例えばね、こちら FX3 ソニーのね、カメラがあって、これ僕のね、メインカメラとしても使用してるんですけど、こういったカメラって、ここに、センサーがね、あって、これがフルサイズセンサーと。なので、フルサイズという名前の通り、かなり大きくて、一応基準となるようなセンサーサイズになっています。で、このフルサイズっていうのは APS-C センサーとか、フォーサーズセンサーとかよりも大きいのに対して、ハッセルブラッドっていうのはさらに大きいんですよ。じゃじゃん。はい。ちょっとわかるかな？ちょっとわかりにくいかもしれないけれども、中盤サイズという風なセンサーの大きさになっています。なので、実質的に入ってくる光の量とか、ノイズ感とかっていうのは、センサーが大きければ大きいほどノイズも少なくて、排気をぼかした撮影ができるので、それがね、もうめちゃくちゃ、これは大きなセンサーを搭載してるという風なカメラになっています。厳密にはね、フィルムの中盤とかの方が 66×60 とかやったかな。なので、もっと大きいんですけど、フルサイズセンサーよりも約面積が 1.7 倍ぐらいの面積のセンサーで、写真を撮ることができるという風なカメラになっています。でね、このハッセルブラッドというカメラは、動画を撮影することはもう一切できません。前の機種の 50C の方はできたと思うんですけど、今回のこの 100C の方はもう動画の撮影っていうのはできません。で、このね、カメラのスペックはだいたいこんな感じとなっております。なんとね、1億画素をね、持ったカメラになるので、昨年ね、たくさん見ていただいたと思うんですけど、もうとにかくね、めっちゃ綺麗なんですよ。こう拡大していったりとか、本当にね、トリミングの体勢もめちゃくちゃあるし、もうね、ピクセルの数がものすごく多いし、ピクセルの品質もめっちゃいいんで、本当にとにかく綺麗なんですよね。もう綺麗っていう言葉で表現するのがちょっともう申し訳ないというか、おこがましいぐらい、もうとにかくすごいこう表現力があります。ただですね、動画の撮影っていうのは一切できなかったりとか、ロー写真を1枚撮るごとに200メガぐらいあるので、写真を5枚撮れば 1GB になるので、ストレージっていうのはかなり圧迫するようなカメラになっています。ただ一方でですね、内蔵の SSD が 1TB 入ってるんですよ。1TB 入ってるんですよ。SSD がやばくない？さらにですね、ここにメディアが入るんですが、ここの中にですね、なんと、CF エクスプレスのタイプ B カードも入るようになっておりますので、全然ね、容量っていうのは、重たくはなるんだけれども、そこまで、記録のね、メディアで困ることはないかなと。シンプルにストレージ容量は大変かなとは思います。で、特徴としては、ボディをね、一応ここ、チルトできるようになっていたりとか、このようにね、グリップ、これオプションで、9万円ぐらいしちゃうめちゃくちゃ高いんで、もうこれね、ちょっと高すぎるなとは思うんだけれども、これね、ちょっと、もうほんま買うときちょっと、と思ったんやけど、これもね、9万円とかで購入することができるようなグリップも入っています。で、一応オートフォーカスも使えるし、瞳、顔のね、人物の検出とかもね、できるようになっています。で、ハッセルブラッドってね、すごく面白いのが、レンズによってシャッターが違うんですよ。
レンズ内シャッターという形式で、ちょっと厳密にはね、僕もそこまで説明できないんやけど、つけるレンズによってシャッター音が違うみたいな、すごい面白い構造になっています。で、そもそもね、なんでそんな構造なのかっていうところで、結構ね、本当にいろんな理由があるとは思うんですけれども、そもそもね、このハッセルブラッドっていうのは、ここのね、ボディを取り外すことができるんですよ。ボディとデジタルバッグを取り外して、ここのボディ、センサーの部分に、フィルムバッグっていうね、フィルム時代に使われていたものをつけることができます。なので、フィルムカメラとデジタルを組み合わせて撮影ができると。この辺のね、細かいことに関しては、レビュー動画の方でね、もうしっかりと解説をしておりますので、よかったらね、そっちを見ていただきたいんですけど、かなりですね、特殊なカメラになっていることは、お分かりいただけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけで、すっかりね、夜になりましたので、今から夜のね、ブルージュハリファを撮りに行こうと思うんですが、やばいわ、これ。ちょっと見てほしい。じゃじゃん。じゃじゃーん。うわ、でけえ。えぐいて。この存在感。上空800メートルまで、天まで続くタワーですよ、これが。どう思いますか？首が痛い。ね、そうやね。土産切らなあかんのよ、お前。可動域が。もう今日はね、これで最後なんで、これでちょっと噴水を見て、ちょっと写真と動画を撮って、お土産を買って帰ります。もう今日でね、ブルジュハリファは最後なんで、もうここね、遠すぎる。なんか、駅からさ、びっくりするぐらい遠い。歩いてる。30分ぐらいマジで歩く、駅から。ということで、ちょっとね、いろいろと撮ってみたいと思います。こんな感じでした。はい、というわけで3日目でございます。今日は、ヨットにね、乗るというね、すごい贅沢なクルージングモーニングでございます。気持ちいい。朝。どれ乗んねやろね。なんか、大きそうやね。大きかったらいいけどね。こちらのヨットに乗るみたいです。大きいね。シューズオフです。ありがとう。ヨットクルージングが始まりました。いやー、優雅な朝やな。マンゴージュースを飲みながら。でも隣で爆音がかかるんじゃないかなという不安が出てきてますが。うわー、いいね。うわー。The island you'll find apartments, shopping, and mail powder from London Eye. If you're more of a thrill seeker, check out Dine in the Sky where you can enjoy an unfed ランチですね。ランチっていうかブレイクファストか朝食をねいただくんですが、すごいね。下の階にもこんな感じであって、で前デッキ出れるの？僕がね好きなレンズはね、この 55mm の、単焦点レンズがすごく好きで、換算でいうと 40mm ぐらいかなになるんですけれども、本当に使いやすくて44ぐらいかなんですけど、もうめちゃくちゃ使いやすくて、もう重宝してますね。意外とねこういう開けたところで撮るのは、25mm だとね若干ね広すぎるのがあるので、この 55mm で 44mm ぐらいで撮って、で自分もね入れて撮ることもできたりするので、結構ね僕はこのレンズがすごく気に入っていますね。
ドバイはね、結構撮影がね、難しいというか、撮影許可を取るっていうか、まあ撮影に厳しいんですよね。だから街中で撮影してたら結構怒られるっていうか、まあ言われるんですよ。まあ NG なところも多いし、撮影してると、ちょっと連れて行かれたりとかで、こう自動徴収とか結構あるらしくて、僕ら今回街中でね、ゲリラ的に撮るっていうのはもう一切やってないです。実際にこういうアトラクションみたいな、なんかツアーとかを全部予約して、でも撮影ができるものだけを今回ね、撮ってるっていうような形になりますね。まあ、あとは現地の人と仲良くなったり、マーケット行ったりとかで現地の人と仲良くなったりしたら撮ったりはねするんですけれども、ほぼほぼゲリラ的な撮影っていうのはほぼやってないですね。どうドバイは？見てください。最高です。ね、やばいよな。やばいよね。異世界やね。ドバイ意外とさ、物価高いやんか、ね。はい。でもこのヨットは意外と安くて1万、2人でも1万ちょいぐらいやから。そうそうそう。ぜひね、みんなもこれやってほしいの。ドバイ来たら。いいよね。2時間ぐらい乗れて。そうそうそご飯ついて。う。そう。オプションで3時間コースとかもあるし、5とか。でね、サンセットが一番人気やった。あああ、そう。でも俺ら今日はね、砂漠行くからまた、そう、サンセットはやめたけど。うん。サンセットの方が高いとは思うけど、モーニングもいいよね。いや、めっちゃいい。めっちゃいい。よ優雅。優雅よね。優雅。これでまだ10時半ですから。最高。最高。はい。はい、続いてはラクダに乗ってきました。はい、じゃあ、のっぽんとしてる。気持ちいいね。気持ちいいな。めちゃくちゃ砂漠。俺ゾウとかも乗ったことあるけど、すごいね、高い目線が。ラクダ足長いわ。こんな感じです。意外とね、乗り心地はね、悪くなくていい感じですよ。にしても高い、位置が。3、2、1。楽しい。もうすぐ日が落ちるんですけど、初めての砂漠、マジで地球の裏側というか、全然ね、日本とは真反対というかね、かなり遠いところまで来たんで、すごいね、絶景が見えてます。いやー、来たよ。アラブ最高。イエス。ハッスルで撮るアラブが最高や。砂がえぐい。えぐい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 。ちっちゃな砂丘作りまーす。やば。砂まみれ。めっちゃ砂。えぐいな。ということでね、無事にホテル帰ってきましたんで、晩ご飯食べて寝ましょうか、今日は。3日目の夜ご飯です。いやー、これはローカルですな。このお店はいいですね。アラブ料理でございますよ。
このね、スープめちゃくちゃ美味しいですね。で、これラム肉と、キーマなんとかって言ってましたね。で、これのなんかなとつけて。頼んでないけど。なんか来たね。まあまあまあ、食べましょう。美味しそうやわ。はい、というわけで最終日なんですが、じゃじゃん。ここにね、なんとスタバがあるんですよね。まあ、世界一美しい場所にある美しいスタバみたいな感じでね、言われてるみたいなんですが、こんなにね、すごく素晴らしいところのスターバックスにやってきました。うわー、すごいね、これ。ドーム型の、まるでね、アラジンの世界のようなスターバックスになっています。お客さんはね、全然いない。もうガラガラですね。すっからかんで。で、ここのね、モールのところにスターバックスが3つほどあるんですが、まあ、ちょっとね、僕らも違うところ行っちゃったりと間違えたんですけど、このね、ドームの中にありますね。えぐいな、この景色。すごっ。ちょっとね、こんなところで贅沢なお昼ご飯をね、食べようと思います。今日はね、この後にちょっとアブダビというね、かなり離れた150キロぐらいね、ドバイから離れた、UAE の、まあ、7つの都市が UAE というところ、アラブ首長国連邦ではあるんですが、まあ、その中のドバイというのはただのその中の一つの、まあ、都市というところで、次に行くのがアブダビというね、都市になります。まあ、それがね、ここから2時間ぐらい、まあ、バスに揺られていくんですけど、まあ、ちょっとね、それまでのバスに乗るまで、ちょっとここでね、溜まりまくった仕事をさばきつつ、まあ、お昼ご飯も食べて、まあ、1時間、2時間ぐらい作業してから向かいたいなと思っております。はい。もうね、だいぶと終盤になってきましたが、本当にね、ハッセルってね、なんかこう、作り込むっていうのももちろんやと思うけど、なんかこう、記録的なね、写真にすごくね、適してるようなカメラかなというふうに感じました。うん。うんうん。おいしいです。めちゃくちゃ。全然空いてるね。意外と快適な車内です。地味にオットマンもある。はい、ということでついにシェイクザイードモスクにやってきました。いやー、美しいね、これ。こんな感じです。やばいなー、すごい真っ白。ここはね、意外と1999年に着工して、で、2007年ぐらいにね、完成したっていう、そこまでね、古くない、建造物なんですよ。まあ、一応ね、お墓だとは思うんですけれども、すごい存在感というか、もうすごいね、雰囲気が漂っていますね。いやー、ちょっと正面から見てみたいな。ちょっと離れないと、全体像そうね、入らないね。はい。こんな感じでございます。すごい迫力よ。こんな光景日本じゃ見られへんから。すごいね、神聖な雰囲気が漂っています。ホワイトのね、このカラーがね、なんとも言えない絶妙なね、色になっていて、こう太陽光がね、今ちょうど夕日の時間なんですけど、太陽光が照らされると、ものすごくね、白がね、オレンジに染まって、すごい美しいね、グラデーションになっていますね。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今ですね、はい、このモスクが今ね、夜のね、またライトアップ的な形で、光り輝いてね、間もなくね、夜を迎えるというところになっております。今回の動画いかがだったでしょうか。まあ、すべてね、写真はこのハッセルブラッド 907X、CFV100C でね、撮影をしておりましたが、作例はいかがだったでしょうか。まあ、作例というかもう作品と呼べるぐらいね、本当にこう素晴らしい写真がね、たくさん撮れたなというふうに思ってるんですけれども、もし皆さんにとってもね、この動画が、役に立ったというか、まあ、楽しんでいただけていたらすごくね、嬉しいなというふうに思っております。
このカメラについてはね、もうすごく理解いただけたと思うんですが、もっとよりね、詳しく知りたい方はね、すでにね、公開しているレビュー動画をね、ぜひ見ていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。というわけで、今回はゆうすけもたくさん手伝ってくれました。ありがとう。えぐいやん、全然エンディング慣れてへん人みたいになってるやん。はい。っていう感じで。で、すでにね、インスタグラムの方にね、もう僕たくさんね、写真アップしてたと思うんですけど、フォローしてくれてた方はね、知ってると思うんですけれども、インスタグラムの方でね、実際に撮れた写真をね、こうダイレクトに見ることができますので、ぜひね、よかったらインスタの方もチェックしてもらえたらと思っております。で、そしてね、今回ね、使っているこの Osmo Pocket 3の、カラーのプロファイルすべてですね、僕がね、最近作った、ラットを使ってね、色のね、編集を行っておりますので、すごく綺麗にね、編集できるかと思います。で、合わせてね、iPhone でのね、Apple ログに適用させたラットっていうものをね、開発をして、そちらもね、同時販売をさせていただきましたので、もうめちゃくちゃ当てるだけで綺麗になりますし、Osmo Pocket 3で、ログで撮影してようが、スタンダードで撮影してようが、どっちもね、両方とも綺麗に、色をね、入れることができますので、ぜひよかったらね、こちらチェックして、使っていただければすごく嬉しいなと思っております。というわけで皆さん、今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。ドバイ UAE の旅はいかがだったでしょうか。ぜひね、この動画が良かったよと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。